ここに軍服姿の一人の男の写真がある。凛とした表情、中将の階級章、口元には知的な余裕。ごく普通の勤勉な日本陸軍の将軍に見える。だがこの男は二つの奇跡を起こした。一つ目の奇跡は1938年、満州とソ連の国境オトポール駅で凍えていたナチスから逃れたユダヤ難民。国の方針に背いて新聞記事によると2万人もの命を救った。二つ目の奇跡は1945年8月18日、ポツダム宣言受諾後にもかかわらず北千島シュムシュ島に上陸を強行したソ連軍。樋口は即座に自衛戦闘を命令し北海道侵攻を阻止した。なお樋口喜一郎という陸軍中将。国家の都合よりも自分の信念を優先した男。二つの奇跡を起こした一人の日本人の物語がここから始まる。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。兵庫県淡路島大浜海水浴場で泳ぐ人々、磯で遊ぶ子供たち、瀬戸内海に浮かぶ穏やかな島の暮らしがここにあった。1888年明治21年8月20日、樋口家分家の長男としてここで一人の男児が生まれた。幼名は奥浜喜一郎。樋口家の養子縁組によって後に樋口喜一郎となる。明治21年、明治維新からまだ20年、侍の時代が終わり、日本が近代国家として歩み始めたばかりの頃だった。ここに一枚の集合写真がある。胸に勲章を並べサーベルを携えたエリート参謀たち。1918年大正7年、30歳の樋口は陸軍大学校第30期を卒業した。陸大は各連隊から選抜された士官だけが進める参謀養成の最高学府である。そしてこの木に生涯の友がいた。前列中央石原寛治、その右二人目に若き樋口。陸軍士官学校第21期の同期だった二人は9年の歳月を経て再びここで同じ卒業証書を手にしていた。後に満州事変を主導する石原とユダヤ難民を救うことになる樋口。二人の運命はここから別々の道へと分かれていく。樋口が選んだのはロシア語専攻大祖諜報の道だった。ウラジオストク特務機関のスタッフ集合写真。前列中央が磯目六郎機関長、その右が樋口。1919年大正8年、シベリア出兵の最中、ロシア革命によって混乱する極東で日本軍は大祖諜報の最前線にいた。革命と内戦が渦巻くロシアの現実を若き樋口は最前線で目撃した。アバロフスク特務機関のスタッフ、右より寺田利光対樋口浅野通訳官。翌1920年、樋口はハバロフスク特務機関長に任命される。第14師団がウラジオに引き上げた後も樋口は数人の部下と共に残留した。赤軍の監視下で孤立して諜報勤務を続行する任務。ここで樋口はロシア語を磨き、ロシア人と日々接した。樋口はロシア人を愛した。文学、音楽、人懐こさ、個人としてのロシア人を誰より深く理解する将官になっていく。しかし同時に国家としてのロシアの複雑さもまた誰よりも熟知していた。人を愛し国家を警戒する、この二面性こそが樋口の生涯の判断の全ての土台となっていく。ワルシャワに集った各国の駐在武官たち。前列右端が若き日本陸軍武官樋口喜一郎。胸に勲章、サーベルや軍帽を膝に置いた
ヨーロッパ各国のエリート将校たちと並ぶ樋口。1925年、大正14年、樋口はポーランド駐在武官として赴任した。ポーランドはソ連の隣国、同じく共産化を恐れる国として、日本との諜報協力は深かった。ワルシャワで撮影された樋口夫妻、静子夫人と並ぶ若き樋口。スーツに蝶ネクタイ、口ひげを蓄えた樋口。1928年、昭和3年、樋口はソ連領内を旅行した。ウクライナ、コーカサス、又彦三郎ソ連駐在武官と共にスターリン体制下のロシアをめぐった強制集団化と粛清が始まりつつあった時代、国家が個人を踏みにじる全体主義の本質を樋口は自分の目で見た。その理解が10年後にユダヤ難民を救う決断の伏線となる。馬上の樋口、白手袋に軍刀、胸の勲章、引き締まった表情、堂々たる連隊長の姿。1933年、昭和8年、樋口は広島県福山の歩兵第41連隊長となった。連隊長は現場部隊の責任者、何百人もの命を預かる重い立場だった。樋口は部下から慕われた。部下を駒として扱わず、一人の人間として向き合う指揮官だったからだ。その精神は後の決断にも一貫している。1937年4月、カルルスバート、橋を埋め尽くす図泥店、ドイツ人の行進、林立する旗、ナチスのイデオロギーに呼応した大衆動員の渦。1937年、昭和12年、樋口はドイツを視察した。大島博中毒武官夫妻と共にヒトラーの体制下のドイツをめぐる大ヒスアウトバーン、近代化された軍事施設、そして大衆動員の集会。ナチスドイツは表向き急速に国力を回復しているように見えた。だが樋口はその内側に潜む別の現実も見ていた。ユダヤ人迫害、少数民族への組織的弾圧、強いドイツの裏で無数の命が踏みにじられていた。樋口はナチスの本性を見抜いていた。ハルビント、組む機関、長時代の樋口、軍服姿、引き締まった表情、満州の大祖諜報の最前線に立つ男。1937年8月、樋口はハルビント組む機関長に着任した。ハルビンは満州国における大祖諜報の要、国際都市として知られ、ロシア人、中国人、日本人、そして多数のユダヤ人が暮らしていた。ハルビンにはロシア革命を逃れたユダヤ系ロシア人が独自のコミュニティを築いていた。その中心人物が医師アブラハム・カウフマン博士。樋口は赴任早々、ハルビンのユダヤ社会と接点を持つことになる。ハルビン駅の正面、ロシア風の壮麗な駅舎。ロシア人、ユダヤ人、中国人、日本人、多民族が交錯する満州の国際都市。ロシア革命を逃れたユダヤ人たちが独自のコミュニティを築いていた町。1937年12月、ハルビンで第1回極東ユダヤ人大会が開催された。満州、日本、各地のユダヤ人代表が集結する大規模な集会。樋口は来賓として招かれ登壇した。当時、日本はドイツと日独防共協定を結んだばかり。ナチスとの友好関係を考えれば、ユダヤ人大会への出席自体が政治的に際どい行為だった。それでも樋口は出席し、こう述べた。人種差別は人類の歴史にとって不幸な遺物である。我々日本人はユダヤ人を同じく一人の人間として尊重する。ナチスのプロパガンダに真っ向から反対するスピーチだった。ドイツは激怒した。日本政府にも抗議が殺到した。しかし、樋口は動じなかった。炎に包まれる詩がゴーグ、ベルナープラッツ。1938年11月10日、ナチス突撃隊が一夜にしてユダヤ教会を焼き尽くした水晶の夜。樋口がハルビンで赴任していた頃、
ヨーロッパではユダヤ人狩りが激化していた。ナチスはユダヤ人を劣等民族と決めつけ、社会から排除していった。商店の破壊、家族の連行、強制収容所への送致。ユダヤ人たちは命がけで東へ逃げた。ドイツからポーランド、そしてシベリア鉄道で満州を経て世界へ。その逃避路の最後の関門が満祖国境のオトポール駅だった。東へ東へ、命をかけてナチスの迫害を逃れたユダヤ人たち。凍てつく貨車に詰め込まれ、彼らはようやく満州とソ連の国境までたどり着いた。1938年3月、昭和13年、ナチスの迫害から逃れた数千人のユダヤ難民、満祖国境のオトポール駅で立ち往生していた。満州国はユダヤ難民の入国を拒否していた。理由は日独防共協定への配慮。ドイツの怒りを買いたくなかったからだ。零下40度の極寒の中、難民たちは食料も燃料もなく凍え死を待つだけの状態だった。このままでは全員が凍死する。ハルビントクム機関長の樋口に一通の電報が届いた。オトポール駅で多数のユダヤ難民が立ち往生している。至急救援を要請する。満州国の都新京に立つ関東軍司令部の異様。満州国は関東軍の支配下にあった。ユダヤ難民の受け入れ可否を決めるのは関東軍だ。その関東軍上層部は入国拒否を主張した。ドイツとの友好関係を損なうことは国策に反する。ユダヤ難民の受け入れは政治的に不可能だ。それが関東軍の判断だった。樋口の前にも二つの道が現れた。国の方針通り難民の入国を拒否する道。そうすれば関東軍内での自分の立場は安泰だ。責任も問われない。もう一つは命令に背いて難民を救う道。ドイツの怒り、関東軍内での孤立、出世の終わり、すべてを失う覚悟が必要な道だった。ハルビントクム機関、長、樋口喜一郎、引き締まった横顔、49歳、満州の大祖長砲の最前線で、彼は今、人生最大の決断を迫られていた。樋口は即決した。人道問題に国境はない。投資を見過ごすことは人として許されない。樋口は満鉄総裁、松岡洋介に直接電話を入れた。オトポールのユダヤ難民を満州サタト経由で通過させてほしい。特別列車を出してほしい。松岡は即座に同諾した。樋口の指示で満鉄は特別列車を仕立てた。食料、毛布、燃料が積まれ、極寒のオトポール駅へと急行した。凍えていた難民たちは列車に救助された。満州里、ハルビンを経て上海や神戸へと向かっていく。樋口の独断による命の通路が開かれた瞬間だった。神戸に到着したユダヤ難民の集合写真。疲れ切った表情。それでも生きる希望を取り戻した目。樋口の決断によって後に樋口ルートと呼ばれる命の通路が誕生した。オトポール駅から満州里、ハルビン、上海、そして自由の地へ。救われた人々の正確な数は今も諸説ある。樋口本人の手記には何千人と記されている。一方、戦後の関係団体は2万人と伝えた。公式記録ではより少ない数とする見方もあり、論争は続いている。ただ、樋口の決断が多くの命を救ったことに変わりはない。その2年後、リトアニアのカウナスでもう一人の日本人外交官が同じ決断を下す。杉原中根の命のビザだ。樋口の前例があったからこそ、杉原もまた信念を貫けたのかもしれない。中央が板垣清志郎陸曹、左に米内光政海曹、右に東條英機陸軍次官。樋口がオトポール事件を起こした翌年、関東軍参謀長から陸軍次官へ栄転した東條英機。樋口の独断による難民救出にドイツは激しく抗議した。駐日ドイツ大使オットは日本政府に
厳重な抗議文を提出した。関東軍内部でも樋口を非難する声が上がる。東条英機は樋口を関東軍司令部に呼びつけた。樋口は毅然として答えた。ドイツの友人とはいえ、人道に反する行為は批判しなければならない。ナチスの政策は国家としての日本にも害を及ぼすものになる。東条はしばし沈黙したのをこう告げた。樋口君、君のしたことは当然のことをしたまでだ。意外にも東条は樋口を支持した。戦後、東条は東京裁判で死刑判決を受けることになる。しかし、この時の判断は確かに人間としての判断だった。樋口は処分を受けることなく、ハルビント組機関長を続けることができた。オトポール事件で命を救われ、後に米国へ渡ったユダヤ難民の家族写真、子供を抱きしめる母親、ようやく安堵に表情を緩める父。樋口本人は自筆の手記でこう書き残している。ユダヤ問題として私は何千人を救った。何千人。樋口自身の控えめな表現だ。一方、樋口の死を伝えた朝日新聞は、ユダヤ人2万人、陰の恩人と報じた。日本イスラエル協会も長年2万人を公式の数字としてきた。しかし、近年の研究では別の指摘もある。帝国議会の公式証言で84名、100人足らずとされていたことから、実際は数百人規模だったという見方だ。100人とも何千人とも2万人とも言われている。なぜこれほど数字が食い違うのか。当時はインターネットも即時の事実確認も存在しない時代。新聞記者が話を大きく膨らませて伝えることも珍しくなかった。2万人という数字も戦後の新聞や関係団体が広めるうちに徐々に膨らんでいった可能性が高い。一方、樋口本人は控えめに何千人と書き残している。正確な数は今も論争の中にある。しかし、数字がいくつであろうと、樋口の決断が大勢の命を救ったことに変わりはない。満州、牡丹上昇の奥下、第9師団長官舎の前に立つ樋口。和服に袴、片手に様高帽、もう一方に杖、レンガ造りの官舎を背に、広いだ表情の師団長。1940年、昭和15年、樋口は第9師団長に任命された。師団司令部はソ連国境に近い牡丹上昇の奥下、対祖戦に備える最前線の部隊だった。樋口はロシアを誰よりも知る将官として、ここでもその知見を発揮した。ロシア人の本質、ソ連軍の戦術、極寒地での戦闘の難しさ、すべてを部下に伝授し、師団の練度を高めていった。吹雪の中、馬上の樋口、北部軍、司令官、最後に雪に覆われた札幌神社の鳥居、激しく舞う雪、参拝に向かう副官たちが続く。1942年、昭和17年、樋口は札幌に新設された北部軍司令官に着任した。担当地域は北海道、千島列島、樺太、日本最北の防衛責任者だ。ソ連は当時、日ソ中立条約によって日本との戦争を避けていた。しかし、状況はいつ変わるかわからない。着任早々、樋口は札幌神社に参拝、北の守りに尽くすことを親善で誓った。そして各地の巡視へと向かっていく。1944年10月、樺太師団を訪れた樋口喜一郎。前列中央、軍刀を手にした第5方面軍司令官、軍人たちと宿舎の前で並ぶ一枚。北部軍は1944年2月に第5方面軍へ改編された。樋口は引き続き北方防衛の総責任者を務めていた。担当範囲は北海道、千島列島、そして樺太、馬上、極北樺太のツンドラ地帯を視察する樋口。極寒の最前線を指揮官自身が見て歩く。第91師団長堤布教官、海軍の久保久慈中将らと連携して北方防衛網を構築。千島の最北シュムシ島はカムチャツカ半島の対南、
ここがソ連侵攻の最前線になり得る地点だった。樋口はソ連がいつか必ず動くと予測していた。その時に備えてシュムシュ島とパラムシル島には強力な部隊を配置した。それが後に日本を救う備えとなる。アッツ島守備隊長山崎兵衛、陸軍大佐、胸に勲章、引き締まった表情、軍神と呼ばれることになる男の在りし日の姿。そもそもアッツキスカの占領は海軍の強い要求で始まった作戦だった。樋口は当初から米国領土を占領しても必ず奪回反抗を受けると不賛成だった。それでも大本営は樋口の管轄下にアッツキスカを組み入れた。1943年5月、米軍がアッツ島の奪回作戦を開始。樋口は旭川の第7師団から増援を派遣すべく大本営に意見具申を続けた。しかし大本営は海軍の反対により増援を許可しなかった。最後は新参謀次長が直接札幌に来て樋口を説得した。大メネのゆえに山崎部隊を見殺しにすることを了承せよ。樋口は自分の管轄下の部隊を自らの判断ではなく国家の命令で見殺しにせざるを得なかった。5月29日、山崎砲槍部隊2638名玉砕。その開墾は生涯彼を苦しめることになる。1942年6月、アリューシャン列島キスカ島に進駐した日本軍。海岸で軍旗を掲げる兵士たち。霧の島、極寒の前線。ここに5000名を超える日本兵がアッツ島陥落で孤立していた。樋口はアッツの開墾を二度と繰り返さないと心に誓っていた。そこでアッツの増援を取った海軍に対し、ただ一つの交換条件を出した。キスカ島部隊の撤収は海軍が実施する。樋口はこれを大名の前で約束させた。1943年7月、ノームヌの中、海軍の艦隊が無謀にも見える救出作戦を決行。奇跡的なノームと海軍の決死の航海で5183名の将兵を全員無傷で救出した。キスカの奇跡。その背後にはアッツの開墾を抱えた樋口の執念の交渉があった。ラジオの前に集まり、玉音放送を聞く人々。涙を浮かべる主婦、頭を垂れる男性、無表情の子供。1945年8月15日正午、昭和天皇による終戦の詔書、玉音放送。日本は無条件降伏した。しかしソ連は1週間前の8月8日、突如として日ソ中立条約を破棄。満州、朝鮮、樺太、千島へ雪崩のように侵攻していた。戦争は終わったはずだった。しかし北の最前線では新たな戦いが始まろうとしていた。ここに一枚の貴重な写真がある。救護式軽戦車の砲塔に手をかけ、戦車兵たちと並ぶ勲章を胸に下げた中央の将校、樋口喜一郎、シュムシ島視察。戦車第11連隊池田末男部隊の兵士たちと共に、この時の樋口はまだ知らない。数ヶ月のこの戦車兵たちが祖国を守るため命を賭して戦うことを。実は樋口はシュムシ島の戦いを数年前から備えていた。ソ連は条約を平気で破る国だ。国境の最前線にこそ最強の部隊を置け。樋口の指示でシュムシ島とパラムシル島には戦車第11連隊を含む第91師団の精鋭が配置されていた。その備えがあったからこそ、突然のソ連軍上陸にも即座に対応できる体制ができていた。1945年8月18日午前1時頃、ポツダム宣言受諾から3日後、停戦が成立しているはずの夜、ソ連軍2万の兵力が突如としてシュムシ島の海岸に上陸を開始した。水際の日本軍は最初は呆然とした。戦争はもう終わったはず。なぜソ連軍が攻めてくるのか。報告は札幌の樋口のもとへ直ちに上げられた。樋口は即決した。自衛戦闘に移行せよ。部下を見殺しにはしない。日本兵の誇りにかけて
上陸軍を撃滅せよ。樋口の命令を受け、堤布教監視団長率いる第91師団が果敢に応戦した。戦車第11連隊、池田末男連隊長率いる戦車部隊がソ連軍に突撃。水際でソ連軍を撃破していった。ヨシフ・スターリン、ソ連最高指導者。ソ連は日本との中立条約を一方的に破棄して参戦してきた国だ。国際約束を平気で破る相手が千島列島だけで満足するとは限らない。実際、スターリンは8月16日、トルーマンに北海道北部の占領を打診したという記録もある。もしシュムシュ島で日本軍が抵抗していなかったら、ソ連軍はその勢いのまま宗谷海峡を渡って北海道に上陸していたかもしれない。北海道は東西に分断され、戦後の日本はドイツのように分割統治されていたかもしれない。しかし、シュムシュ島での日本軍の頑強な抵抗がソ連軍に予想外の損害を与えた。北千島、南樺太の制圧に彼らは想定以上の時間を取られることになる。8月22日、樋口はシュムシュ島の戦闘終了を命令。樋口の英断、堤師団長の奮戦、池田連隊長の戦車突撃。これらがソ連軍から北海道へ進撃する余力を奪った可能性は高い。最終的に米国の拒否もあり、ソ連の北海道侵攻計画は実現しなかった。樋口の決断がなければ、私たちが今、北海道で当たり前のように暮らしている日常、それはなかったかもしれない。なお、シュムシュ島の戦いそのものについては、別の動画で詳しく語っている。戦闘の経過や、池田末男連隊長率いる戦車部隊の奮戦に興味のある方は、ぜひ、そちらも見てほしい。雪の積もる軒先に、樋口夫妻と地元の人々。ここは、北海道小樽市、浅里。戦後、樋口が身を寄せた土地である。シュムシュ島でソ連軍を撃破した男。スターリンは樋口を許さなかった。ソ連は樋口を戦犯として引き渡しを要求した。GHQ にソ連からの引き渡し要求が届く。樋口の運命は絶望的に見えた。ところが、思わぬ救いが現れる。世界ユダヤ人会議とイスラエル建国の父たちが GHQ に嘆願書を送ったのだ。樋口将軍は我々ユダヤ民族の恩人である。オトポールで多くのユダヤ難民を救った人物をソ連に引き渡してはならない。ニューヨークからエルサレムから続々と嘆願が届いた。マッターサーは樋口の引き渡しを拒否した。8年前にユダヤ難民を救った樋口の決断が巡り巡って戦後の樋口自身の命を救ったのだ。エルサレム、ヤドバシェム、ホロコーストで失われた命とそれを救った人々の名を永久に刻む場所。樋口の名はユダヤ民族基金のゴールデンブック第6巻に記された。イスラエル建国に貢献した者の名を刻むユダヤ民族の最高の栄誉。そこに樋口喜一郎の名前が永久に記された。樋口本人はこの栄誉についてほとんど語ることがなかった。戦後の樋口は東京府中の自宅で静かに余生を過ごす。散歩、読書、孫たちとの将棋、アンナ・カレーニナをロシア語で読み続けるごく普通の老人の暮らしだった。戦争の話は一切しなかった。ただ、アッツ島の風景を描いた小さな水彩画を居間に掲げ、毎日慰霊の祈りを捧げていた。陸軍中将、樋口喜一郎、二つの奇跡を起こした男。1938年、満祖国境のオトポール駅、コモエジを待つユダヤ難民を救うため、樋口は国の方針に背いて特別列車を出した。新聞記事によると、救った命は2万人とも言われている。その7年後、1945年8月18日、ポツダム宣言受諾後にもかかわらず、シュムシュ島に上陸を強行したソ連軍2万。樋口は即座に自衛戦闘を命令した。その決断が北海道の戦後を変えた可能性は高い。ソ連は条約を平気で破る国だった。もしシュムシュ島で
日本軍が抵抗していなかったら、ソ連はその勢いのまま北海道に上陸していたかもしれない。戦後の日本はドイツのように分断されていたかもしれない。私たちが今、北海道で当たり前のように暮らしているのは、樋口の決断があったからかもしれない。戦後、ソ連は樋口を戦犯として要求した。その時樋口を救ったのは、8年前にオトポールで救ったユダヤ人たちだった。世界ユダヤ人会議がマッカーサー王冠願書を送り続けた。樋口将軍は我々の恩人である。ソ連に引き渡してはならないと。8年前の樋口の決断が巡り巡って樋口自身の命を救ったのだ。エルサレムのゴールデンブックに彼の名は永久に刻まれている。ジェネラル樋口。イスラエル建国に貢献した者の名を刻むユダヤ民族の最高の栄誉。世界が一人の日本人の良心を称えた。それでも樋口は自らの行為についてほとんど語らなかった。ユダヤ救出もシュムシュ島も家族にすら詳しくは話さなかった。戦後の樋口は東京府中の自宅で静かに余生を過ごす。散歩、読書、孫テストの将棋。ロシア語でアンナ・カレーニナを読み続けるごく普通の老人の暮らしだとつけたことがある。居間に掲げたアッツ島の小さな水彩画。その前で樋口は静かに手を合わせ、慰霊の祈りを捧げ続けた。救えた多くのユダヤ難民の命、そして救えなかったアッツ島の2638人。樋口の胸の中にはどちらも生涯消えることはなかった。1970年10月11日、樋口喜一郎82歳で静かに生涯を閉じた。二つの奇跡を起こした男の才能はごく普通の老人のそれだった。陸軍中将樋口喜一郎回想録。樋口本人が書き残した自らの生涯の記録です。オトポール事件、ユダヤ人救出の経緯、ロシアでの諜報体験、ヨーロッパ駐在、満州での日々、そしてシュムシ島の戦いに至るまでの背景、すべてが本人の言葉で語られています。この動画ではとても伝えきれなかった樋口の人生の細部。ぜひこの本を手に取ってご自身で確かめてみてください。リンクは概要欄に貼っておきます。カラーで蘇った写真の中に樋口は確かにそこにいた。国家の命令より目の前の命を選んだ一人の陸軍中将として、そして救った命に救われた一人の人間として、この国の歴史には樋口と同じように国家の命令に背いてでも目の前の命を救った人たちが他にもいた。リトアニアで6000人のユダヤ難民にビザを書き続けた外交官杉原千畝。戦後の内蒙古で武装解除、命令に背き邦人4万人を守り抜いた陸軍中将根本博。それぞれの物語は関連動画で詳しく語っている。興味のある方はぜひそちらも見てほしい。この動画では戦争の記憶を風化させないために当時の白黒写真を AI でカラーに復元してお伝えしています。カラーにすることで彼らが確かにそこにいたと感じていただけたら嬉しいです。AI 読み上げによる音声でお聞き苦しい点があれば申し訳ありません。これからも当時の写真を1枚ずつカラーに復元してお届けします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画が気に入っていただけたら高評価、チャンネル登録をお願いします。